秀夫チューブ。はい、皆さんこんにちは、小島です。今日はですね、秀中、しばらくやってませんでしたけども、秀中の特別版です。2024年、特別版ということで、超豪華スタッフと豪華キャストでお送りしたいと思います。スタッフはですね、このビワンのスタッフもちらほらということで、キャストが、ゲームを愛するアナウンサーで世界一の方に来ていただいておりますので、よろしくお願いします。呼び込みのハードルが高いですが、自己紹介させていただきます。YouTube チャンネルガメガメから来ました。3度の飯よりゲームが好き、自称アナウンサー界ナンバーワンゲーマーの TBS アナウンサーうないりさです。今日はよろしくお願いします。もうすごいことになってますね。秀中とは思えませんよね、これね。多分1回限りかもしれませんけど。これと人気が出ればということで。今回はコラボ企画ということでですね、縁がありまして制作スタッフにも、TBS の日曜劇場ビワンの演出を務めた宮崎も参加しています。ありがとうございます。ちょっとご縁がありまして、ご縁があって参加しております。今日はよろしくお願いします。ということで本日私がお邪魔しているのはこちら、小島プロダクションのキッチンになりますね。オフィスですが、ここは何の部屋なんですか？ここはキッチンなんで皆さんコーヒー飲んだりご飯食べたり、あとはちょっとパーティーをしたりとか、みんなで映画を見てるっていう。皆さんリモートが多いのでぜひ来てほしいと。みんな出社してくださいと。せっかくこんなオフィスがあるんだからということですね。はい、そしてですね、今回は小島プロダクションのこの秀中特別版と私がやっています YouTube チャンネルガメガメがコラボさせていただきまして、この企画が実現しました。ガメガメこじこじ。ガメガメこじこじ。ガメこじ。ガメこじ。でそのガメガメの方では小島さんと一緒に秋葉原を楽しみました。楽しかったです。どうでした？いや面白かった。ボードゲームとかね、あとワニワニパニック。熱望されていたワニワニパニック。ちょっと結果の方はちょっとご覧ください。確かに見ていただきたい。ちょっと腕がねつりそうになるぐらい。今もちょっとパンパンです。はい、ということでそちらはガメガメの方でご覧いただけたらと思います。ということで秀中特別版では何をするのかと言いますと、もう一方スペシャルなゲストがいらっしゃいますので、お呼びいたします。デス・ストランディング主人公のサム・ポーター・ブリッジズの日本語音声を担当しています津田健次郎さんです。よろしくお願いします。これもやっぱハグですよね、これはね。もう本当にお久しぶりでございます。お久しぶりでございます。ということでサム役の津田さんにもお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうすごい売れっ子なんで。いや本当にすごいですよね。毎日津田さんの声をどこかで聞くぐらい。ちょっとね働きすぎかな。それ監督に言われたくないですよ。監督に言われたくないですよ。ちょっと最近お会いできなかったんで。そうですね。本当に僕はね会えないんで、これをありがとうございます。デスクに置きながらささやき、これ皆さん持ってますよね。津田さんの写真集。これ後でサインお願いします。ありがとうございます。これ中すごいですから。ちょっとここではお見せできません。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで今日はこの3人で秀中2024特別号を始めていきます。では早速ですが、まずはこちらのテーマから見ていきましょう。どうぞ。デス・ストランディング。なんと1600万ユーザー達成。4年ぐらい経ちますかね。2019年に発売されて。そんないますか。これ途中までは販売本数だったんですけど、プレイステーションプラスとかサブスクに入ったので本数がちょっとわからないので、何人のユーザーがいるかっていうことで1600万人なんですけど、これ12月15日時点なんで、その後年末年始挟んでますし、アップル版も出てますんで、1700ぐらいはいってるかなと国ですね。国思います。もはや国ですよね。ワールドワイドなので。いやすごいな。津田さんはデス・ストランディングのサムももちろん演じていますけれども、どんな印象がありますか？もう世界観がすごくて、監督一時期預言者って言われてましたけど、そうですね。その後にコロナ禍という。そうなんです。発売されてすぐですよね。3ヶ月後ですよね。コロナ禍に入って。結構嫌でしたけどね。そう監督的にはね。いやというかあんなことが自分で生きてる間に起こるとは思ってなかったので。そうですよね。
なぜか分かりませんが動物の森とか好きな人が大好きなんですよ。道路建築が楽しいんですよ。まあそういうことです。まあそういうことですよ制覇したくね。なるというか、遊びどころいっぱいありますもんね。そうどこにはまるか人それぞれのところもありますもんね。ただ最初発売された時はプレイステーション4のゲームというイメージがあったんですが、そこからどんどん展開を広げていったんですか。フランチャイズといいますか、最初に独立で作ったのがデスストっていうこれ IP 僕たちの IP なんで、でソニーさんで出して、次 PC に行って、そこからプレイステーション5でディレクターズカットとか行って、広げていこうということなんですけども、この表が分かりますかね。ソニーさんでいうと PS4 と PS5 があって、さらにサブスクプレイステーションプラスっていう、これもこれに入っている方は遊べるように、これがあるので本数がユーザー数が増えてあるんですけど、あとPC でも出してますので Steam とかEpic とか、あと PC ゲームパスとか Xbox のゲームパスとかマイクロソフトですね。で、先月の末に Apple が出たと。あれだけのゲームがついにスマートフォンで遊べるようになってしまったのかと。すごい時代になりましたよね。歩きながらできるってことです。スマホはもう誰でも持ってますから、全部集約しますよね。メールから電話からネットから、仕事もそれでしてる人もいますし、そこにゲームがようやく入るというか、これはでも小さいゲームもありましたけど、普通にAAA のゲームが遊べるようになるので、結構時代は変わっていくのかな。では今日は実機があるということで、実際にまず津田さんぜひ触ってみてください。いいんですか。15です。はい。コントローラーのようですね。これがですね、バックボーンという会社から出て、そのままでもできるんですけど、やっぱりコントローラーで遊びたい方はそういうパカッとつけるんですね。こういう形でポケットに入れていただくかカバンに入れてもらって、これ伸びますんで、そこで挟む。この裏にもあります。これで挟んで遊ぶと。なるほど。でいわゆる iPhone のこの画面でもできるんですけど、やっぱりこっちでやりたい。そうですね。でこれ勘違いされるんですけど、よくハイスペックのゲームを移植してちょっと劣化させたものを出すとかありますけど、これはもうアップルの技術でほぼ同じものが出て、ここで遊んで、外出するとゲーム機持っていけないんで、これで電車でやったり公園で遊んでいると、家帰ったらその続きを Mac でできるのがすげえ。この夢の昔何十年も前に僕はトランスファリングっていうのをコナミでやってた、あれがようやく実現した。なるほど。でもこれだけのビッグタイトルがこんないろんなプラットフォームで展開されているのって珍しくないですか。そうなんです。うちはインディーズで独立スタジオなので、ソニーさんともマイクロソフトさんともアップルさんともできると。あまりそういう会社はないんですけど、なんでそういうことで僕らはそのデストを徐々に広げていって続編も作りますと。では今その続編の話もありましたので、ここからデスストランディングの続編の DS2 のお話を聞いていきたいと思うんですが、早速ですね、最新トレーラーをご覧いただきます。これ見ながらいきましょうかね。これ左のがジョージ・ミラー監督です。マッドマックスの。すごいな。すごいな。いややっぱりグラフィックがまた一段と。これは PS5 の実機映像ですね。リアルになりましたね。ここはカットシーンですけど。映像がさらに進化してますよね。これからもっと上がっていくと思うんですけどね。隣にいるのがフラジャイルですけど、なんか顔に手があるんですけど、これはちょっと今回の意味があるんですか。肝なんですけど、マスクなのかなというような。セカンドハンドと呼んでるんですけど、レアさんがお気に入りなんですよこれ。そうなんですか。あれ動くんですよ。ちょっと後で出ますけど。これがまた何をしているのか。これもそうですね。あと不気味なちょっと様子が。この女の子が実はエル・ファニングさんです。まだこの時点で分かります。なるほど。で今タールみたいなのが飛んだんですけど、どうやらタイムホールとしては時間が進むと切るのような。で目を開け、エル・ファニングさんですね。でこれがマゼラン号という
今回みんながメンバーが乗る船です。地中を行く船です。地中を行くんですか。Welcome to Drawbridge, Sam. ちょフランス Into the DHV Magellan, our mobile base of operations. Come on, マ I'll help ー you ゼ get ラ your ン号を bearings. 案内すると思います。 This is the ship's そうなん armory. ですね。 Here you can check your weapons and put them ま through あ their たった一 paces. 人で配達はするんですけど、船も一緒に移同動して行するので。These rooms over here belong to other members of デ the スストラ crew. ンディングはこう拠点が決まってま They're pretty し much た the けど same as も、 yours. 今回は一緒に移動できる。 And the shower's カ down イラ at ル the 都市を end. つないでいくと、つないだところは行ける。自由に来れるので、 ship you got なん in. かまあ一人でつ Courtesy な of ぐ the つ UCA, ないだ後は呼べると。 No, なるほど。でそこ as に I は仲 told 間が you, いる。 Drawbridge is a civilian outfit. But we do have a generous patron with access to plenty of capital and tech. ここでちょっ Sounds と like セ a カンドハウ UCA ス big shot. 出てきます。 Don't ask me. あ、本 We've never met face to face. あれで歯磨きとかいろいろできるんですけど、当。そうなんですか。便利ですすね。ごい。開発してほしい。これはちょっとパリジェンヌでこれを流行らそうとしてます。なんかメイクとかドライヤーとかもやってくいやれるかな。ね、楽になります People ね。 here are all spread out. でここがまた新しいキャラクターなんですけど、 We want you to help us bring the world together. ここにちょっとストップモーションアニメの感覚を入れてます。フレームをこすってます。 His knowledge and experience will probably come in ドイツ handy の監 down 督 the マテ road. ィアキンっていう監督のモデルになってます。 Really, Sam? Your 彼 buttocks? と一緒に旅をすることになります。 What about ここにぶら下げていくので、 I prefer the まあ driver's 会 seat. 話一人じゃなくて彼と一緒に行くっていう。 Sam, do you read 相棒がなんかパンチ力強いキャラが出てきましたね。であれがなんでああなのかっていうのをまあプレイすると分かる。 from network coverage? We can take the DHV Magellan and regroup at your position. でまあ字幕を見てたら分かるんですけど、まあ別の大陸ですね。これ That's not the ア plan, メリカ Sam. 大陸ではなくて、 The UCA isn't looking to expand its borders. でそこに Just like カ with イラル通 Mexico, 信を they つな want ぎ to に bring 行こう new と。 regions into the で network. UCA が行くと別の大陸なんで、まあ、侵略になるので、 Anyway, the DHV Magellan イン is フラ here to を back 民 you 間 up. がつないでいくっていう話。 As always, you'll be the one leading the way to expand the network. What's your role in all this? で You're the フラジャイルはこのチームのリーダー。 That's right. なるほど。 These days in Fragile 昔み name たいに弱い only. フラジャイルじゃないっていう。でこれ You 洪 brought 水で America すけど、 together. 今回 How リア to ル be タイム reborn で as the 式 UCA. が変わりますゲーム中。 But I'm 地 afraid 震 that とか Death 火事 Stranding is とか far from 洪 over. 水で、なんでちょっとこれもそうです。いや気をつけたー、これ方がいい。はすごい。道がなくなった Humanity り is す still る。 in danger. Still on the まあ brink of こういう extinction. やつらも BT もい怖い。ます。 Don't act like you don't see it. ここはどこで A す lot か of ね。 things changed 距離 after you 感 went が off on your まあ own, これ especially within the UCA. Bridges no longer oversees the ジョージ・ミ distribution ラーさんの network. 方によってあれキ They'll ャ be プテン true ハーロ once ックのイメ things ー were ジ。 up and running. ああ、なるほど。 So your friends and これ coworkers all went タ their ールの separate 地中に ways. あえて潜って移動するんです。 Within network 姿を隠 coverage, せる。 there's no need to rely on こ your れ乗 reporters り物 anymore. いろいろ。 So after I closed up shop, I went and started a new group. One that handles work in regions outside the UCA. We decided to call ourselves Drawbridge. With the こういう support 謎の the chiral network and APAS, humanity will be free from the need to move で around. なんとここですよ。ショイコ下ろせ Bots ま are す。 capable of handling deliveries. 下ろして戦ってまた回収。 He's alive. He called himself a ghost, but こう出てきました。 Found こ a こ way 敵 back from the beach just so he could kill us. he said he came back to get revenge on you and me. これ前回のトレーラーここまでで顔を見せました。中から。 X です Hey, brother. You miss me. Yeah, I figured you'd pay this place a visit. Seeing as how I've been distributing the fruits of this fine factory all over the まあ前 continent. 回ボート縄の話をした Guns と and 思うんです violence, け the ど、 whole damn world could まあ be ここ yours. で Same まあ as 銃 it が ever 必要 was. じゃないのっていう、まあ彼が今言ってるんですよ。 Looks like you decided to trade in that rope for a stick this go around. Well, I suppose even a porter has to pull the trigger from time to time. Oh, what about you? Hey, buddy, are you just another soulless little husk, huh? Let go of me! あんたもっていうのがなんか意味を感じます。これはそう Pathetic です。 guitarist! これ人 Where's the 形 rest 浄瑠 of 璃という your 文 band? 楽。ああ、なるほどね。ここがちょっと注目してほしい。あんまりこう言えないんでまだ言いませんけど、なんかこう。 Well, ain't that something?
Was it you, Higgs? Huh? Was it you that killed Lou? ここはちょっと言えないです。 You still don't know, do you? ここでまた新キャラが出てきます。いや、いや、これはすごいですよね。はい。本当に。今回ヒックスは歌いまくるんで。でもこの感じを見るとヒックスはもしかすると仲間なのかとも。どうなんでしょう。ね、結構でかいやつなんですね。なんか笑ってますけど。ちょっとこのメカっぽいのも出てきて。Something he said. You don't know a サ goddamn ムの thing エプロン about Lou. 姿。家事をやって Let's る see サ what ム we。can find on Lou. ああ、これは。 If you want answers, you're gonna have to find them yourself. But the ones you do find, well, that pain you nurse will only get worse. Sam the man in the dark about everything. ここでタイト Don't ル、 forget. 正式タイトルが出 Coming ま on す。 this expedition was meant to help you find the strength to carry on. オン・ザ・リーチです。 We all know you've got this. Now it's time to finish the journey, Sam. これセカンドハンド。 Please こ understand, のタバ Sam. コの煙をちょっと見といてください。なんか人ごとになると思う。これ覚えておいてくださ We never meant to string you along. い。で、 That chrysalis, Little we honey found her inside. inside. 謎のキャラ。 It was filled with a Tekika fluid Mikata that contained amino acids. One's identical in structure to the kind found in tar. I'm sorry. There are amino acids in tar? これ最初の As in 冒頭で proteins? さなぎから出てきた How else did 女 you の think 子 that chiral creatures could emerge from it? 糸で宙に浮いてますけど Some have even theorized that the tar is a sort of primordial soup. I was there. I saw her home. It was a hellhole. なんか糸とか見えますでこれなんですよつなぐべきだったのかとつなぎましょうっていうのは DS1 のテーマ BB-28 was flagged for ほ disposal ぼ違うことを言ってま and す subsequently incinerated 4 years ago. Long before you and Lou first met. 前回であったルーは実はいなかったっていうことが、はい、でまあ2025年なんですけどちょっとこれからかかりますけどここから素材がそうだったんでここから組み上げていくというで津田さんも吹き替えをそろそろというか今年始まり始ますか。めますので楽しみですね。はい。ということで、DS2 の最新トレーラーをご覧いただきました。津田さんいかがですか。いやなんかわかんないことだらけじゃないですか。わかんないことだらけなんですけど。収録していくと分かっていくんでそうですよね。まだそのどういう展開になるかだったりシナリオの話は伝わってはないんですシナリオか。は全然言ってませんよねそうですね。はい全く1ミリも知らないです。ご覧いただいてる皆さんと同じ感じです。今見た感じの。キャラクターもこれ以外に出てくるんですよまだ黙ってるまあやつが、そりゃそうですよね。こんなもんじゃない感じが。ですねもうセリフ披露大変なんでデスストランディングはどれぐらいかかったんですか。どれくらいかかりました何年もやってましたかね。そうですね。 1年半ぐらいやってましたっけはそうですね。1年半ぐらい行きましたっけ。そうですね。でも今最後だから追い込みでずーっと僕ぼやきを永遠に。いすいませんサムってこうそうぼやき一人で一人の一人シリーズがはいなん最後にで俺が残っみたいなて、そうなんそうで俺がそうですね。ミクスと戦いろんなぼやう時も思わずなんで俺がって言ってもうアドリブも入ったりとかも。アドリブも当然入りますへえ。あと最後の日に僕ちょっと出張ではい立ち会いができなくて、はいそれがサムのベッドの下から僕が出てくるお化けの出てくるシーンでそこで、はいはい津田さんのアドリブで「ヒデオー!」というやつをいただきました、やりましたね。やりましたね。懐かしいやりましたね。へえ。実はですね、先ほど収録をはいしていたということで、取れたてほやほやのだってコジプロのスタジオではい、はいご覧いただけたらと思います。どうぞ。あなたレベルは見えてたんでしょ。いや、感じる程度だ。じゃあレベル2ね。絆を超えて。 It's the same deal as America. ちょっとリバーブかけるし These rooms over here belong to other members of the crew.
They're pretty much the same as yours. And the shower's down at the end. 随分立派な船だ。UCA から支給されたのか。No. As I told you, Drawbridge is a civilian outfit. But we do have a generous patron with access to plenty of capital and tech. そいつは UCA の人間。Don't ask me. We've never met face to face. They value their privacy. 冗談だろ。そんな話は信じられない。これいただきますね。わかりました。もうサムになってました。あ、本当ですか。はい。わかりました。はい。もうこれでもう大ヒット間違いなしな感じ。もうやばいですよこれ。今年から始まりますんで。そうですね。春ぐらいかなちょっと。本格始動ということで。はい、本格始動なんですけど。でもうキャストは決めてます。これ皆さんには見せられないんで。はい。名前を読み上げてはいけないんですけれども、このようになっています。結構すごいですよね。なるほど。懐かしい方もそうですね。いますし。新キャストも津田さんは共演経験のそうですね。ある方結構いらっしゃいますね。名前言ったらピー入れますから大丈夫ですよ。はい。ピー入れるんだったらやっぱこのがここに来たっていうのがやっぱりすごく。あ、なるほどって思いました。誰の役かっていうですね。そうですね。楽しみにしていただきたいです。全員自分で選んでますんで。はい。いや、大丈夫です。本当にね、それがすごいなって思うんですけれども。僕だって DM でオファーいただいたんですよ。津田さんに？はい。ツイッターの頃で。ツイッターの頃に。津田さんがええなと思っていろいろ見たんですね。サム探してたんで。で津田さんってどんな人やろうと思ったら、まあ当時ツイッターなんで、ツイッターされてたんでフォローして、そしたら。津田さんがフォローしてくれた。興味ありますみたいなすごいライトなノリで、僕まあいつの間にかフォローしてくださってたので、あららと思ってね、リフォローさせていただいて、なんかのちょっとした役でお話しいただくのかなと思ったら、主役このライトな感じでと思ってびっくりしました。そこから事務所に行くんですけど。で今見た中でですね、言える範囲で小島さんからの見どころなど。レアさんのタバコはですね、ふーっと吹くとこう人影が、煙の塊が。空也上人。おお、なるほど。この南無阿弥陀仏。なるほど。僕大好きなんですよこの人。で去年上野に来てたんで。そうですね。であの時写真撮りまくれたんですけど、で京都に帰ったんで年末に会ってきました。まああんまり深い意味はないんですけど。それを煙に表現して。なんであんなもんが出るかっていうのは想像してください。あとはジョージ・ミラーさん、片腕がなぜないのかっていう。なるほど。本当ですね。なんか腕をなんかに入れてましたよね。で、マゼラン号沈んでいったので、まああの辺も想像してもらって、ここに乗ってる猫みたいな羽生えたやつは何なのかっていう。猫ちゃんはどんな？猫ちゃんもちょっと言えないんですけど。言えない。一番最初にも出てきてましたもんね。まあ僕的にはキャプテンハーロックのここに乗ってる鳥さんみたいなイメージなんですけど、ちょっとこのジョージ・ミラーさんは沖田館長みたいに見えますけど、あとこの謎のこの敵ですね、侍みたいな敵なのか味方なのか、このメカっぽい確かにね、わかんないですよね。そして引き続きヒッグスもいるんですが、ヒッグスは結構すごいことになってますよ。なんかキャラもだいぶ変わったのか、なんかこうギターを武器に歌いまくる。歌いまくるのか。なんでトロイさんは歌う人なんで、で吹き替え三上さんなんで、めちゃくちゃ歌もいいんで。歌う上手ですからね。結構歌うと思いますね。いいですね。じゃあ日本語も聞き。そうですね。ちょっと英語で歌うか日本語にするかちょっと考え中で、人形の鳩焼監督がここにいつもいて、まあ一人文句言ったら何か言ってくれます。これですね。これ 3D プリンターで。これパフォーマンスキャプチャー用に作ったんですけど重たすぎるんで、実際もっと軽いやつ作ってここにつけて。でもサイズ感はこれ実寸これ実寸ですね。大きいですね。めちゃくちゃインパクトあるキャラでしたよね。また動きも他のキャラクターとちょっと違うので、その違和感も引きつけられましたね。ストップアニメっぽく見せるためにちょっとフレーム数をだいぶあれだけしてるんで、ちょっと変な感覚になってると思うんですけど。すごいですね。ゲームの中でフレーム数ここだけ変えてるってデジタルやからできる。すごいですね。聞いたことない。あとエルファリングさん。そうですね。エルファリングさん。ついに出てきましたけど、まあここはもう謎のキャラなんで。そうですね。まあなんか怪しい。
そもそもフラジャイルがこの船誰が作ってるか知らんみたいな、あんなこと言ってるんで、誰の船かもわからない。ちょっとやばいなるほどですよ。そしてルーについてですよね。はい、そうですね。ルーは前回の、トレーラーティザーでなんか撃たれてお化けになってたと思うんですけど、ちょっとそれとこれ合わせてみて想像してもらう。でもワンは私ハッピーエンドというか、こう晴れやかな空の中、そうですね、エンディングを迎えてよかったなと。あとちょっとしてから始まるんですけど、ちょっとまだ全然ガラリといやそうですね、また世界つなぐことが正しかったのかっていうテーマも、そうですね、コロナの前にも実はもう2のプロットもみんなあったんですよ、あったんですけど、実際にコロナをこう体験して、ね、コロナを体験する前の自分が書いたものってもう通用しないので、ゼロから書き直しましたので、ちょっとまあメッセージ的には前はこうみんなでつながりましょうとか言ってましたけど、縦線がちょっとヒントなんですけど。ということでこの秀忠2024特別号のためにこんな方々からコメントをいただいているということで、届いていますか？ご覧ください。Wow, wow, looks great. Yeah, there's a lot of new stuff going on. Yeah, just I mean, all the stuff that we've done recently is sort of put a lot of the pieces together on what's happening in the story. There was a couple of things, like in the trailer it says, we didn't mean to string you along, now I know what that means. We kept you in the dark. I didn't know what that meant until the last 2 days. But in scale, it looks just epic. It just got bigger and bigger and bigger, and I love the robot barking dogs. I'm curious what those little suction cups were on the arms that must have smelled, because Fragile's second pair of hands are covering her nose. And then they squirted some sort of inky fluid, which might have to do with having the amino acids in the oil, yeah, so there's a lot going on. But yeah, it's such a complicated, vast world that it's pieces are slowly, even me in the game doing the lines in real time, it's all connecting the dots, like it's wrapping up in a really cool way. And with this trailer, I mean, gosh, it's just amazing to see the steps that it's taken of, the worlds that Hideo's been talking about, and seeing them come to life, and seeing the characters more fully formed, and even the fight sequences are just that one little snippet of fight blew my mind, and I know there's so much more to come, but it's just a very special project to be a part of. This whole experience has been extremely cool and unlike anything I've ever been a part of before, so I'm happy to be a cog in the wheel of his genius mind. I think the emotion of Death Stranding 2, of the game this time around, really comes through in the trailer, and I think there's even more to discover of that, but everyone's relationship, especially Sam and Fragile's relationship, and how Fragile is really coming to her own. I love watching how everyone interacts with each other. And I think in the trailer too, I was talking about the fight sequences, but that sequence with Higgs, the villain, is really special. First of all, I found myself very caught up in the experience of watching it. As a trailer, it works extremely well because it promises me a great feast, which I think I can, I don't know, it's like going to a great restaurant where I can experience all sorts of things, all sorts of delights and unusual things that I've never met before, and yet be connected to something very basic and human. To be honest, I'm very proud to be part of it. When I saw myself, in a way, after the first moment I saw myself, I thought, oh, okay, that's fine and good. It was interesting, but pretty soon I forgot all that, and I was very much caught up with what I saw, and I can only congratulate you, Kojima-san. It's really wonderful.
I'm blown away, man. I mean, like, if Godfather is a great film, the first part, and when The Godfather 2 came, you know, you never thought that after such a great film, you cannot make a better second part, and it was better, you know, The Godfather 2. And I have the same impression with Death Stranding. I really love the first part of it, you know, the first game. It's fantastic, but this is like Death Stranding 2, like The Godfather Part 2. This will be better, you know, even better. Well, that's so beautiful. I mean, seeing this tiny puppet of me, you know, this is like, I mean, we do history. I do movies, you know, in a way to be immortal, you know. That's one of the reasons I'm doing pictures, in a way, and seeing myself or seeing, you know, the inspiration for that character in your game, like, okay, I can't stop doing films. I'm immortal already, you know. So that's so cool. You know, the only thing is I need a shave, you know. 秀忠。豪華な方々からのメッセージでした。ということで、本当により DS2 が楽しみになりましたが、続いての話題に参りたいと思います。続いては小島監督のドキュメンタリーフィルムが公開されるという情報ですね。トライベッカでプレミアム上映を去年しまして、ようやくディズニープラスで2月の23日から配信されます。ということで、実際にですね、そちら予告編の映像をご覧いただきます。He is probably the most well-known game creator in the world. In the space of gaming, he's the master. It's kind of like stepping into Willy Wonka's chocolate factory with Willy Wonka. 誰もが見たこともないものを作りたいんですけども、人は自分でプロデュースをするしかない。ただ今は自分の会社なんで、これをこけたら次がなくなるので。おかしい。When you balance expectation of hundreds of millions of dollars in investment with wanting to stay true to your vision, that's like playing Russian roulette with 6 bullets. The risk is it's too radical, and that's where the creative courage comes in. カメラ回ってるとみんないきなりね、ポジティブになるっていうか。Video gaming is an art, but the only person in charge of the orchestra is the auteur. The purpose of stories is to make meaning out of life. And that's why his work is so important. Mr. Hideo Kojima. It's the obligation of any artist to push boundaries. 子供の頃から妄想癖があって、未来を見たというか、テクノロジーが世界をつなぐっていうかね。そんな感じ。ディズニープラスで2月23日に公開が決まりました。小島秀夫監督のドキュメンタリーフィルム。グレンっていうカメラマンであり監督がやってるんですけど、もう何年か2017年ぐらいから撮ってるんで。うわすごい。小島さんはいつも自身の SNS だったりそういうメディアに発信するものがどれも自分が大好きなもの、自分が興味があるものを発信しているイメージがあって、なんかこの自ら独立して会社を立ち上げるなんか思いとか、それに対するプレッシャーとか、きっとリスクもあったと思うんですけど、それを見せないですよね。リスクは何事にもつきものなんですけど、リスクを背負わないと物事は動かない、文句ばっかり言っても仕方がないんで、ただ僕の場合は今までも何十年もゲームを作ってきたので、同じことを独立してやるだけなんで、そこは何の不安もなかったですね。なんかその小島さんの挑戦をこのドキュメンタリーで見ることができるのかなって。そうですね。普段発信していない小島さんを、あまり見てほしくないみたいな。私
今の予告をその YouTube の方の予告を拝見したときに、前段弾が入った状態のロシアンルーレットだっていうふうなお話を聞いて、もうそれ全部当たるやつじゃないかっていうそんな挑戦をしているっていうことを表現されていて、挑戦なんだろうまあ独立した時ももう50代過ぎてたんですよね。もう普通はもう引退じゃないですか。で周りにも引退せえと思うって言うんですけど、やっぱりまあ自分の人生まだ新しいことをしたいので、やるんであれば人がやってないことをしないと意味がないので、僕がやったことで道ができて、デスストの結構近いんですけど、その道を若者たちが歩けばちょっと楽じゃないですか。山道にも僕が置いた水があったりとかで、そういう役割をちょっっとしたいので。実際にそうされてますからね。いや本当にそうですね。ということでこちら2月23日公開となります。楽しみです。楽しみです。秀忠。さあ続いてはですね、こちらも非常に楽しみな映像作品です。実写版デスストランディングということで、実写映画化がA24 との国際共同制作になるということなんです。コラボです。これT シャツ作ります。コラボ T、これちょっと欲しいです。これわかりました。売り切れちゃった。そうなんですね。これ A24 の有名なロゴからデスストのストランドが垂れてるっていうのがコラボレーションという。このニュース見た時もどぎも抜かれました。A24 と。マジか、でも監督らしいっていうすぐ納得って感じでした。その会社とタッグを組むということで、津田さんいかがですか？いやもう本当に映画好きな人が絶対もう外せない映画制作会社なので、インディーズなんですけど、すごいとんがってるんですよね。尖りまくってますよね。今年も賞レースにいっぱい入ってますね。ゲームの映画化ってこれまでもいろんな作品でされてきましたけれども、やっぱり難しさ、そのゲームって何十時間も遊ぶものを2時間3時間のものにテレビシリーズが向いてるんですね。ラストオブアスみたいに。デススト5、60時間なんで、あれを2時間にするの結構難しいのと、昔はもうゲームの映画化って失敗ばっかりしてましたよね。なんですけど最近4、5年で結構ゲームを分かってる人たちが映画化したりドラマ化して、このマリオも含めものすごい成功してるんですけど、今そういうのも潮流なんですけど、A24 とちょっとゲーム原作やけどもちょっとインディーズでさらにアートな映画で、カンヌとかベネチアとかで賞を取りたいとかサンダンスとか。まだ情報何も出てないんですが、勝手に主演はノーマン・リーダスさんなのかなと思ったりするんですけど、まだ決まってないです。まだそのあたりも、監督さんも今探しているところ。でも本当にこれからなんですね。じゃあゲームとは全く違うものになる可能性も。世界観は同じですね。もちろん。ただゲームのストーリーをそのまま2時間には入らないんで、ちょっと成功するかどうかわかりませんけど、これ成功するとこういうゲームの映画化も出てくると。じゃあアメリカに行かれる機会もますます増えそうですね。ちょっとでも今年あんまり行ってられへん。そうですよね。だって津田さんとのお仕事もありますからね。そしてまだまだ発表があるんですよね。去年の12月に行われたゲームアワードで小島プロダクションが OD の発表をしました。こちらはティザー映像をご覧ください。The hungry purple dinosaur ate the kind zingy fox, the jabbering crab, and the mad whale and started bending and quacking. The hungry purple dinosaur ate the kind zingy fox, the jabbering crab, and the mad whale and started bending and quacking. The hungry purple dinosaurs ate the kind zingy fox, the jabbering crab, and the mad whale, and started bending and quacking.
これは何も言えないんですけど、何も言えない。全く新しいもんなんで成功するかどうかもわからん。いやこれのトレーラー初めて発表された時に、割とパッと見てなんだこれと思ってすぐ見たんですけど、見たらさらになんだこれってなって、はい、めちゃめちゃこう、おいおい情報は出していきますけど、でこれ今写真出てますからね、これ怖い映画とかドラマ撮るときにみんなでお祓い行きますよね。お祓い行きますね。でこれもちょっと怖いゲームなんで、マイクロソフトの人たちと一緒にお祓い行きました。実際にスタジオ、うちのスタッフのところでカンって音がさっき鳴ってたやつは生録したやつなんで、本当のラップ音なんですか。朝まで録音してたら1時間に1回ぐらい入ってるんですよ。もっと強力なとこ行かなあかんんですけどね、恐山とか。ちょっとこれもう一回行こうと思って。ただですね、ザ・ゲームアワードでこの情報が初出しされまして、ある方が登壇してまた話題になったんですね。そのシーンご覧いただきます。Well, we can't wait to learn more about what you're working on. Oh, wait. Is there somebody else at the door? Everyone, please welcome Jordan Peele to the Kojimaverse. How's it going? Oh my God, Jordan, welcome to the Game Awards. What a fun surprise. I know you're a big fan of Hideo's games, right? A huge fan of Hideo. This man is an icon. And I can say from the first moment I played Metal Gear Solid 2, and he's been an inspiration to me, and the opportunity to collaborate with him is truly incredible. In my films, I'm always trying to maximize the immersion, put the audience into the main character's shoes. Hideo is the master of this, and he does it on a whole nubba level. And what he's cooking up here is completely immersive, utterly terrifying, and I am absolutely honored to be collaborating with the GOAT. Let's go! ヒデオチューブ。なぜこの人がという。ラジオの対談で知り合ってお互いF1やったっていうのが分かって、そこから何回も会ったりしてて、なんかやりましょうっていうことになって、さすがすぎる。OD に参加していただくんですけども、ここでも言いますけど、アベンジャーズって呼んでるんですけど、他にも彼みたいな人たちがいるんですよ。この作品に関わっている。これまだ発表したらすごいことになるんですけど、今回ゲームアワードで分かったことは、ゲットアウト、アス、ノープなどの作品を手掛けたジョーダン・ピール監督が OD に関わるということですよね。そして私たちの手元にある資料はさらに踏み込んだ内容に。他の人たちもこういう人たちと今進めてました。全部決まってませんけど。すごく大事な情報が手元にあるんですが、言えることはジョーダン・ピール監督が関わるということだけです。どのように関わるんですか。一緒にやります。これまでのイメージですと、監督も皆さんモーションキャプチャーをして、キャラクター本人として登場してきましたよね。監督さんですか。そうじゃないです。クリエイティブに参加する。クリエイティブに参加する。すごいな。これあんまり言うと怒られます。ここに書いてある文字も読んではいけないと思いますので、あくまでジョーダン・ピール監督はアベンジャーズの中の一員という。一員です。このメンバー出たら僕の名前は消えちゃいます。いや、そんなことはないですけど。なんやこれっていう感じだと思うんで、この皆さんのマネージャーとかエージェントの人がこれを見せると信じられへんと言いますね。ようこんな言うこと聞けへん人たちばっかりよくぞ集めてやっとるなみたいな。キャストの主人公はソフィアさんという認識でよろしいんでしょうか。はい。ということでご出演いただいているソフィアさんからもコメントをもらっているということです。ご覧ください。Well, I didn't really know what to expect. I knew a little bit of what was going to be in there, but getting to see, Jordan Peele talk and just also the other actors in it, because when we were shooting for the trailer and everything, it was the team, but it was just me there as an actor. There was no other actors there, so I didn't really get to meet anyone else that was going to be in it and everything. So getting to see those other actors perform as well it made it feel like a
you know, like almost like a real film. Like we're gonna shoot together. These are people I'm going to meet. So it was interesting to have that first experience of meeting them on camera. I knew that the opening, the creaking of the door and the screaming was going to be a part of it. I did not know the tongue twister was, and it was such a little detail that he added into it, but it was so creepy. It was scary, and I was scared, and I was like, I didn't know, I wasn't expecting that. And I think it was just edited so well, and the music was so good. Yeah, that's what really stood out though, is these little elements that I was not prepared for, the tongue twister and seeing the other people act and the facial expressions, which is something that was just added before to, you know, figure out how the face moves and everything, but then having that be a part of this, you know, he just added just like a little detail of the music and the way it was framed and the way it was not framed, but the way it was edited. It made it seem purposeful and like really added the vibe of what this is gonna end up being, this game. So he's really talented in that, and his entire team is really talented. So yeah, that's what stood out. さあ、そして最後にですね、これまたすごい情報が先日行われたソニーのステートオブプレイで最後の最後に発表されました。その映像からご覧ください。And now here with me today is visionary game creator and founder of Kojima Productions, Kojima-san. Hi, welcome. Today, I'm excited to announce that together, as part of the PlayStation and Kojima Productions partnership, Hideo is going to take us on an exciting new adventure, one that I've been encouraging him to reinvent for years. はい、全く新しいオリジナルの IP になります。新世代のアクションエスピオナージゲームです。準備を始めてますけども、デストランディング2の後に本格的に小島プロダクションで制作にかかります。ソニーさんとは、ほぼ30年にわたりエスピオナージものを一緒に育ててきたという強い経験もあります。またソニーさんは、ゲームだけではなく音楽も映画もされています。間違いなく強力なコラボレーションになるはずです。さらに2年後には僕の、ゲーム制作人生の40周年を迎えます。このタイトルが、僕の集大成の作品になると確信をしています。A new action espionage game by Hideo Kojima. This is one of my favorite genres, one that I've been hoping you would revisit with a bold new vision. Can you share anything else about this new development? ですね、まだ詳しくは言えませんけども、最先端のテクノロジーと、世界中の才能を集結して作る予定です。もちろんインタラクティブなゲームなんですけども、ルック、物語、テーマ、キャスト、演技、ファッション、サウンド、どれをとっても、同時に映画でもあるようなものです。本作で、映画とゲームの壁を越えたいと思っています。We're all really excited about this project, and we will fully support you with the latest innovation Sony has to offer. More details to come. Stay tuned. つまりですね、これは小島プロダクションで新たなメタルギアを、何かと言いますと、スパイアクションをも作ると、新しい新作をでソニーとやると。ただもうそれはゲームなんですけど映画でもあるっていう意味合いなんで、ソニーピクチャーズでいるっていうアクションエスピオナージゲーム、ゲームではあるんですけど、ただゲームをやっていってその画面をお母さんが見たら映画を見てる感じ。なるほど。どこまでいけるか分かりませんけど、でなんでそれを作んねやと。でそもそも独立したんで、もう、自分の IP ですけど新しいことをしたいのでチャレンジで DS を作りました。でフランチャイズ化するので DS2 を作ってます。でもっと新しいことしたいのでオーディオをやってて、で新しい企画いっぱいあったんですけど、
この8年ぐらい毎日世界中のユーザーからですね SNS でメタルギア作ってくれとかまあいろいろ来るんですよね。でまあ2020年にちょっと体を壊しましてでコロナもあったんですごい孤立しながら体を壊して、とある手術もしたんですけどその時にもう無理やとゲーム作れないぐらいにちょっと落ちてで遺書みたいなのも書いてたんですけどで人は死ぬんやなってその時分かって、あとまあ去年60になったんであと10年で70でまあ生涯現役でいきたいんですけどとはいえ、まあ、ユーザーがこんなに望んでんやったらちょっと順番を入れ替えて新しいこともするけどとりあえずその諜報アクションっていうのを作ろうというので決意したっていうのがありますし、まあ、ハリウッドからいろんな映画のオファーがいっぱい来ててずっと断ってたんですけど、まあ、会社作ってしまったんで、12年留守にするじゃないですか映画撮ってると、そしたら会社潰れるんでしゃあないなどうしようかなと思ってその時にデルトロに相談したら秀夫が作ってるのはもうすでに映画やから今のままでええと言われたんであそうかということでいろんなクリエイターとやるつもりなんでまあ出力がゲームなだけであってそこはあまり変わらない。はいということで本日は非常に盛りだくさんの秀忠特別版ということでしたが津田さんいかがですか。いや本当もう情報盛りだくさんですごい楽しみがいっぱいできて最高ですね。本当にちょっと驚くような作品がざっと並んだ感じがやっぱりします。でしかもそれがどういうものなのかわかんない全部が新ジャンルをこう切り開いてるようなまずは僕はやっぱ DS2 をとにかく頑張りたいなと思っております。まあ他の作品もねもう本当楽しみですけどこの番組読んでいただいて本当にありがとうございます。めちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。さあということで秀忠終わりましたが今回は TBS の、YouTube チャンネル「ガメガメ」とのコラボ企画ということで実現しました、まあ、特別な企画ですので今回プレゼントを視聴者の皆さんにご用意しているんですね、こちらです、じゃーんバックボーンのこのコントローラーですね。しかもデスストバージョンBB ポットをイメージしたやつだね。そうですね、カラーリングもそうですよね。はい、こちらは、iPhone 15 Pro Max に装着できるコントローラーになっているということで、こちらを限定5名様にプレゼントいたします。すごいです。たくさん。で応募方法なんですが、こちらのチャンネルの概要欄と言いたいところなんですけれども、コラボ企画ということでガメガメの概要欄の方に応募方法を書いておりますので、ぜひ皆さん欲しい方はそちらの方を確認するようにしてください。では最後に小島さんから挨拶をいただけますか。挨拶というか、まあ秀忠しんどすぎてしばらくほったらかしだったんで、ちょっとそろそろもう一回やろうかなということで、今回2024年のスペシャルエディションを皆さんの協力でやりましたけど、いかがでしたかね。この評判良ければまたかなりいろんな情報が聞けて、期待感も高まったかと思います。はい、ありがとうございます。ということで秀忠2024特別号でした。ありがとうございました。秀忠。はい、ということで、今日は朝からそうですねお世話になりました。ありがとうございます。ガメガメと秀忠。どうでしたかね。私は本当にとっても楽しかったです。僕も秋葉とかあんまり行ったこと最近行ってなかったので、ゲームセンターとかもあると楽しかったです。ぜひね次回エアホッケーとかいいです。ゲームセンターで、いいですね。あれはもうねいつやっても楽しいですからね。ということでまたぜひガメガメと秀忠のコラボ企画をお願いしたいんですけれども。はい、ということでご結婚おめでとうございます。ちょっと待って嘘ここでちょっともう恐縮しちゃうんですけど今撮ってますよねこれ。はい、おめでたい。ありがとうございます。誰が考えたんですか。ごめんなさい、本当ありがとうございます。ありがとうございます。小島さんからももらえた。こんなタイミングで結婚してしまって本当お気遣いありがとうございます。ガメガメですから。はい、嬉しいです。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。いや本当今日楽しかったですね。すみません。小島さん、浦井さんどうも。三浦さん、ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。三浦さんどうされたんですか。ごめんなさい、ちょっとね、用事がちょっとありまして。配達人？そうですね、一応ポーター。はい、ちょっと。
運んできたんですけど。どうされたんですか？今日いや実はこの後ちょっと打ち合わせというか打ち合わせなんですけど、あって。何のお話が？ですね。前回 DS に出られてたんですけど、そうですねちょっと出させてもらって。DS2 でもっと本格的に出ましょうということで、もっと本格的に三浦さんが出ると。でも進行中なんで、それのちょっと途中経過とか打ち合わせですね。そうなんです。あら、どんな役で？これはねどこまでちょっと。歌って踊るんじゃないですか。やばいんじゃないですか。どうなんでしょう。三浦さんにもなんかお祝いムードなんだかすみません。いやすごい変なタイミングで入ってきちゃったなと今。大丈夫ですか。三浦さんが届けてもよかったんです。いや、すごく DS2 ますます楽しみになりました。期待してます。ありがとうございました。じゃあまた後で。後でよろしくお願いします。ということで、またね。秀夫チューブ。